平成28年4月上旬、第3期静岡大学研究フェロー、及び若手重点研究者の称号記授与式が、静岡大学にて行われました。今期は、研究フェローに14名、若手重点研究者に20名が選定され、それぞれ、静岡、浜松のキャンパスにて、伊藤学長から称号記が手渡されました。これはもともと第1期、第2期では卓越研究者と呼んでいたんですけれども、現在静岡大学の中で自発的な研究であったり、あるいは大学の特色的な研究をリードしている先生方、さらに、研究を進めていただいて、大学の研究のリーダーとして、これからも活躍していただきたいと。若手重点研究者は、やはり大学の研究力を上げていくという意味で、若手で現在活躍されていて、なおかつこれから大きく羽ばたいてくれるであろうということが期待される40歳以下の研究者を選ばせていただきました。静岡大学は文部科学省のその三類型の中でその地域に貢献する大学というものを選んでいます。そのために強い研究力ということも同時に求められていると思います。ですから、今日選定させていただいた研究フェローや若手重点研究者の皆さんだけでなく、全ての大学の研究者がですね、大きく研究を前進させてですね、特色のある強い研究を大学が持つようになっていただくようにお願いしたいと思っています。私は専門は地質学です。私たちの地面にある岩石という物質について研究しています。特にマントルと呼ばれているところの岩石を研究して、地球の成り立ちについて研究しているところです。この受賞を励みに頑張っていきたいなという気持ちにまた改めてなりました。まだまだ研究は半ばですけども頑張っていきたいと思います。僕はですね、光合成するバクテリアの研究をしてるんですけど、光合成って光を使ってそれをエネルギーとして利用するんですけど、彼らは実はどんな光も好きっていうわけではなくて、実は好みの光があるんですね。なのでその時にじゃあ彼らがどんな光を好きなのかっていうのを見分けるための、僕らの目に対応するようなタンパク質を彼らが持っています。でその研究をしてるんですけど、最近そういういろんな光を感知するタンパク質を見つけていますので、今はそれをうまく使ってその異なる生物にそういうタンパク質を入れてあげることで、その光でその生き物をこちらが制御してあげるような、そういう応用研究を今やろうとしています。やっぱり大学にいるので、そういった研究内容をなるべくその学生さんとか社会に対して還元できるようなことをしていきたいなと思ってます。私の研究はグリーンケミストリーとかプロセス科学というのを土台にして、何か世の中で必要とされているものをいかに効率よく作るかとか、いかにこれまでにない方法で作るかということを研究しています。最近特に集中してやっていることは泡の研究をやってまして、その泡を使うことによって100年間変わらなかった装置を新しい泡で反応させるという装置の開発などをしています。驚いてるっていうのが率直な気持ちです。でまた驚いてるんですが、このような、栄誉あるフェローという称号ですので、その名に恥じぬよう頑張りたいなという気持ちの方が強いです。で、この静岡大学面白いぞっていうのを、皆様にお見せできればというふうに考えています。私プロレスが好きなんですが、プロレスラーでプロレスが一番すげえんだよというふうに中村慎介が言ってました。で私も同じように静岡大学すげえんだぞっていうことをみんなと一緒にその気持ちを共有したいと思います。私はですね、環境からプラスミドっていうその微生物間を行き来するような DNA 分子をどういうふうにその微生物間を移動しているのかと見てるんですね。でそれは、例えば、抗生物質耐性菌とかの蔓延にも関わっていたり、あと有用な微生物の出現にも関わったりするんですけど、そういう挙動の解析をしております。大変光栄なことだと思いますので、静岡大学の名前を汚さぬよう日々頑張っていきたいと思います。あと学生さんたちに楽しく研究してもらえるような、あるいは幸せになってほしいと思ってますので、そういう教育も心がけていきたいと思っています。
私の研究内容は、日本や世界を含めて、薬医薬品を開発する上で、重要になるような分子またはその反応というものを、自分たちで設計してそれを実際に合成する。でそれが、ひいては全体の創薬研究全体をベースアップになるような分子を作ろうと思っています。何よりはまず学生の教育ですね。学生がもっと前に出て自分自身が言いたいことを言える、もっと活躍できる、こういうもっと学生自身が輝けるような教育環境を整えていって、それがひいては研究につながっていくというような形を取りたいと思っています。